サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今回コメントで多かったカストロールのね、このヒマシューの香りですね。私非常にね、このヒマシューの香りが気になってしまいまして、いつも使ってるね、この AZ の2サイクルエンジンオイル、スモークレスタイプということで、私ね、これ50対1で使用しています。グレードはね、FC グレードとなっていますね。農機具のね、展示会に行ったら、この AZ のね、ブースのね、社員さんがね、非常に親切で、とてもね、いろんなことを教えていただいたので、それからね、AZ の商品をね、気に入って使用するようにしています。これね、口もね、細くてね、ちょうどね、継ぎやすいんですよね。そして今回の主役、カストロールのパワーワン A747 です。下にね、小さく書いてある、オイルフォアサーキット。男心にね、火をつけますよね。この商品探したんですけど、なかなかね、売ってなくて、やっとね、ヤフーオークションで探して、価格がね、なんと5600円です。贅沢品のね、すき家のうなぎ湯が6杯食える価格なんですよね。でも皆さんから教えていただいたね、カストロールのヒマシューの香り。これをね、今嗅がなくてね、いつ嗅ぐんだという気持ちになりまして、勢いでね、また買ってしまいました。そしてね、これは、747を探しているときにね、Amazon で見つけた、同じくね、カストロールのパワーワン、レーシングですよ。そしてよくわからないこのね、リングを流れるイメージからの全合成油。そして、レイス、なんて読むんだろう、これ。デライブドテクノロジーですかね。ちょっと発音がおかしくなってますけど、まあ、レースから生まれた技術っていうことですよね。そしてこの究極のパフォーマンス。草刈り機にね、この究極のパフォーマンスを与えたらどうなるんだろうと、また私の探求心にね、火がついてしまいまして、これもね、勢いで購入してしまいました。そして裏側のね、ちょっと小さい字を読んでみますと、草刈りの限界に挑む農業者向けに開発されましたと。そして最新のハイスペックマシンが最高のパフォーマンスを発揮するためのオイルです。さらに全開時における圧倒的なエンジン保護性能と鋭いアクセルレスポンスを実現しますと書いてあるように見えてしまいますね。オイルグレードは FD 規格といつも使ってるね、AZ さんのね、オイルよりもワンランク上のグレードとなっています。価格はですね、Amazon でね、1000円ぐらいだったかと思います。そしてね、このメイドインジャパン。これもいいですよね。こちらのね、A747 はね、ヨーロッパからのね、輸入品のようなので、まあなんて書いてあるかわからないんですけど、最後にね、EU っていう文字がね、見れると思います。そしてね、便利な時代になったもんでね、今スマートフォンでね、翻訳できるんですよね。今 Google 翻訳のね、カメラ機能を使って、何が書いてあるのか調べているところです。もうすぐね、変換してくれるんですよね。まあこれを見ますとね、水冷用に開発されたっていうのがちょっと気になるところですけれども、最大40対1でね、使用してくださいというふうに書いてありますね。そしてこれは、すべてのね、テストが終わった後にね、ちょっと撮影したんですけれども、今回ね、先見といてもらった方がいいかなと思いまして、まあ、ただ私のね、興味本位でやってるだけなので、まあ、このテストが何なのかなっていうのはあるんですけれども、まあ、それぞれね、垂らしてみて、どんなオイルなのか、ちょっと感触とかね、流動性をね、見ていただけたらと思っています。この青いのが AZ さんですね。そしてこれが A747。もう本当にね、当面近い感じですよね。そしてこれが全合成油のカストロールですね。そしてね、ちょっと手触りをね、どんな感触なのか確かめていきます。ぬるぬるしてますね。そして、また次の A747。これもヌルヌルしていますね。そして全合成油の方は、これもヌルヌルしてます
ね。いや、ほんとすいません。もっとね、マシなことが言えないのかという感じなんですけど、ちょっとね、もうこればっかりはね、言葉がね、もう見つからなかったですね。それでは続いて、滑り台試験を行きます。カストロールの全合成油が結構垂れるのが早いですね。AZ と747はほぼ同じぐらいですかね。この結果から見ると、カストロールのね、全合成油の方がね、サラサラした傾向にあるのかなというふうに思いました。そして AZ と747は、スタート位置がね、ちょっと AZ の方がね、前だったので、その辺を考慮するとね、ほぼ同じ硬さかなというふうに思いました。まずはいつもの AZ さんからいきます。今回タコメーターを購入しましたんで、左下のメーターをご覧ください。それでは今回の主役 A747 を開封していきます。開けるとね、意外と注ぎやすい口になってるんでね、最初ね、もっと広口で、もうなんか入れるときにね、入れづらいのかなと思ってたんですけど、意外とね、細い口になってましたね。それではガソリンと混合していきます。先ほどのね、注意事項にもあったように、40対1でね、作っていきます。そしてこの747は、合成油と植物油をね、混ぜて作ってあるようですね。この植物油がね、こう燃えた時に、ひまし油の香りがするんですかね。今作っている時にはね、特にひまし油の香りっていうようなね、香りはないんですけれども、これがね、使った時にどんな香りがするのか、非常に楽しみです。今、ひまし油っていうとね、私の知人が顔のシミ取りにね、ひまし油をね、毎日塗ってるらしいんですよね。シミ取りのね、効果のほどはわからないんですけど、ひまし油自体もね、買うとなるとね、結構いい金額しますんで、そういうこともね、この747のね、価格の高いところに影響しているのかなというふうに感じました。それでは今入ってるオイルをね、抜いていくんですけど、ここでチャンバーのね、デメリット。チャンバーが邪魔で排出ができないんでね。安全のためね、チャンバーが冷えていることをしっかり確認してから別の容器に排出しました。ピットに戻ってきたね、レース車両にね、給油するのをイメージしながら最速でね、給油を終えてキャップを閉めているところです。それではカストロール、究極のパフォーマンスを開封していきます。ちなみにね、4ストロークエンジンには使用できませんと書いてありますね。なんかイメージ的にね、この金属のキャップを外したらね、もう中がね、出るのかと思ったらね、ちゃんと中線がついてましたね。このオイルはね、特別ね、
混合比率の指定はないので、50対1でね、混合油を作っていこうと思います。オイルが入れ終わりましたのでガソリンを入れていきます。このノースピルね、ほんと便利なんですよね。ガソリンスタンドでね、金属の携行缶で購入してきて、これに詰め替えて使っています。混ぜる前にね、ちょっとオイルを見てみますね。こんな感じですね。このオイル自体にね、あまり色がついてないので、混合した時にね、混合油なのかガソリンなのか、ちょっと判別はね、わかりにくいんですけど、混合油はやっぱりね、AZ さんのようにね、青い色がついてた方がわかりやすいですよね。今ね、入ってた燃料タンクのガソリンを、別のね、タンクに排出して、この草刈り機のね、タンクは空っぽにしたところです。それでは草刈り機がピットに入ってきましたんで、給油をしていきます。今回の給油もね、3倍の速度でやってますから早いですよね。それでは準備ができましたので、タコメーターのね、配線をプラグコードに巻き付けていきます。さあ、それでは準備が整いました。エンジンを始動していきます。それではプラグのね、焼け具合に関してもコメントをいただいてたので、私もね、そういえばどうなってるのかなという興味がありましたので、プラグの確認を行っていきます。さあ皆さんどうですかね、プラグの焼け具合は。黒くなってないのでね、結構しっかり焼けてるのかなとは思うんですけれども、もしね、ご覧になってる方で詳しい方いましたらコメントで教えていただけるとありがたいなというふうに思います。少しこのプラグにね、ピントが合ってなかったのがちょっと残念でしたね。ちょっと分かりづらくなってしまってますかね。それではプラグホールからエンジンのね、中をちょっと覗いていきたいと思います。中を覗くとね、これシリンダーヘッドですかね。昨年収納するときにね、腰上だけばらして、燃焼部のね、カーボンをきれいに除去してあるので、いい状態でね、今シーズン使い始めてるんですけど、この先端っていうか中央部のですね、ポッチが見えますんで、黒くはなってるんですけれども、カーボンとのね、堆積はね、少ないかなというふうに思います。その昨年ね、腰上だけばらした時に、ピストンリングをね、割ってしまったんですよね。いや、非常にね、その時はね、高い勉強材となりました。そしてプラグの番手がこれ CJ の8ですかね。チャンピオンのプラグとなっています。車と違ってね、このプラグ交換はね、本当にやりやすいですよね。しかもね、この純正でついてくるね、このプラグレンチ。これがね、一番使いやすいですよね。プラグをね、再装着する場合には締め付けに注意をします。で、最後プラグキャップをはめて完成ですね。さあ、カストロール A747。ヒマシ油の香りを確認することができました。なんかこう、サラダ油がこう、燃えたようなね、そんな感覚のね、匂いだったんですけれども、ちょっと植物系なんでね、優しい感じのする香りかなというふうに思いました。それと合わせてね、最高回転数も
9480回転とね、さすがフォアレイズ。レイズから生まれたテクノロジーを投入して作ってあるオイルだなぁというふうなね、確認することができました。そしてこの AZ のね、600円ぐらいで買ったオイルですけれども、これもね、最高回転数が9120回とね、結構いい性能でしたよね。この A747 の方が最高回転数が300回転多く回るんですよね。草刈りをしている時に、あともう一伸び欲しいと、もう少しパワーが欲しいという時はこの A747 を使っていただくと、その効果を体感できるんじゃないかなというふうに感じました。そしてこの裏の注意書きがね、読めない方はね、私のように Google 翻訳を使ってくださいね。そしてカストロールのパワー1レーシングですね。こちらはね、最高回転数が9180回転と、A747 より240回転ね、ちょっと低い結果だったんですけど、エンジンのね、レスポンスは、本当にこう、弾が転がるようなね、音がして、非常にね、いい感触だったですね。そしてね、草刈りをしている時のね、フィーリングもね、このオイルがね、一番いいように感じました。まあ、これもね、500ml で1000円しますから、それなりの効果がね、ないと困りますよね。いや、しかしこれだけの量のオイルがあれば、当分ね、オイルはもう買わなくていいかなという感じがしています。そしてね、当面ヒマシーの香りをね、楽しめるなというふうにね、これからがね、また楽しみですよね。今回はね、ここまでとします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのコメントやチャンネル登録が私の動画作成の原動力です。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。